はい、どうもこんにちは。本日はですね、前回ね、ブーストコントローラーをこのワゴン R リミテッドにつけたんですけれども、今回はそのブーストコントローラーをつけただけだと燃料が足りなくなるというのがありますので、今回は1万円。1万円で燃料調整と、あとはブーストリミッターの解除。これをできるのをやってみたいと思います。今1万円って大きく言ったけど、私にくれるんかと思ったじゃん。あげません。なんだよ、きっちりな。あげねえよ。ちょうだい。あなたよりリミテッドの方が大事だよ。ということで、その1万円でじゃあ、燃料調整とブーストリミッター解除できるっていうのはどんなのかっていうのを紹介してみたいと思います。そちらのソファーにおかけの主婦の方でも簡単にできる配線5本をつなげるだけで調整ができるようになりますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。それでは参りましょう。レッツゴー。はい、ということで、じゃあ実際にどんなユニットなのかと言いますと、サムネでもね、ご覧いただいている通りになるんですけれども、マーブラの車両に関しては、もうすでに取り付けてあります。ちょっと作業的にめんどくさいかなと思ったんですけども、実際にやってみたらそんなさほど大した難しい作業ではなくて、簡単にできました。なので、もうすでについてます。ご覧ください。はい、今この状態なんですけども、こちらが燃料補正とブーストリミッター解除のユニットとなっています。はい。で、これブーストリミッター解除って言ってるじゃないですか。これ、マーブラこの間ブーストコントローラーつけたじゃんということなんですけども、この M ターボですね、実際ブーストコントローラーをつけても、実は一定領域いっちゃうと、コントローラーでどんなにいじってもブーストリミッターが効いちゃうんですよ。それで、この車の場合は 0.8 キロでブーストリミッターが効いちゃいます。なので、ブーストリミッター解除も一緒にしたかった。0.8 キロ以上にしたかったので。なので、こちらです。こちらの青が燃料補正のダイヤルです。こちらの赤がブーストリミッターのダイヤルです。そしてこの右の青のダイヤル。これ通常時は真ん中です。これでノーマルのコンピューターと同じような数値になります。それで右に全開回せばプラス 10%。逆に左に全開回せば純正コンピューターに対してマイナス 10% の燃料補正と入ります。はい。そしてマーブラの車両はいろいろ比べて走ってみたんですけれども、右に全開が一番燃料 10% 濃い状態が一番調子良かったです。はい。そしてブーストリミッターなんですけども、こちらに関しましては通常時は右に全開の状態です。それから車両の特性に応じてアクセル踏んだりとか繰り返しながら状況を見ていって、リミッターのかからないところになるまでダイヤルを回していきます。そしてマーブラの車両に関しましては、もう全開、左に回してます。それでブーストリミッターが一切効かないような状態で走ってます。で、マーブラのはほら、ブーストコントローラーがついてるから、それで 0.8 で、オーバーシュートで 0.9 ぐらいになるようにセッティングします。はい。それで、まあ、こんだけ、つまみ2つだけでブーストリミッター解除と燃料補正プラス 10% 前後がね、調整できるんですけども、じゃあ実際に配線はどれだけ簡単なのかっていうのを説明してみたいと思いますので、エンジンルームの方にレッツゴー。はい、ということで、じゃあ実際に配線どこにつなげたのかって言いますと、ワゴン R MH22 の場合、21もそうなんですけども、メインコンピューター、エンジンルームの助手席のサスペンションの付け根あたりにあります。こちらがメインコンピューターです。それで、私は正直メインコンピューター外さなくてできました。どうやるかっていうと、ここのクリップがついてるんですけども、レバーがあるんですけども、ここの爪を押しながらレバーを起こす。そうすると、こうやってカプラーが外れます。外して、先ほど言った5本の配線があります。スパイラルチューブにつながった配線5本がユニットの配線になります。まず、赤がイグニッション電源。そして白が O2 センサー。そして橙、オレンジですね。こちらが圧力センサーのセンサー側。それと同時に黄色の配線が圧力センサーの ECU 側。
これね、メインコンピューターの圧力センサーの配線をぶった切ります。それで、センサー側とコンピューター側の両方の切れ端の方に、橙色の配線と黄色の配線をかませます。そして最後に黒い配線で、どこかボディの金属部分のところに黒い配線をつなげるということで、実際に、まずこれから見ると、圧力センサーは、これ配線図後ほど載せておくんですけども、MH22S の M ターボは配線がここにありました。手前側のカプラーのここの配線を真っ二つに切って、コンピューター側、カプラー側を黄色の配線、そして切れたもう片方に関しては橙色、オレンジですね。この配線をかませました。そして、その隣にある O2 センサーの配線にこの白いコードをかませました。そして、これをカプラーをガボってやってレバーをカチンって入りました。あとはもう一つの奥の、配線の方にメインコンピューターの方からイグニッション電源の配線が通ってますので、そこに赤い配線をかませました。最後にこの黒い配線がユニットの方から出てるんで、こちらはボディの金属部分のところに、ボディアースをつなげたと。もうこれだけです。この5本の配線だけです。簡単でしょ？カプラーをガブッとね。ガブッと。ガブッとね。ガブッとねって言ったよ。はい。そして、この5本の配線をどうやって車内に引き込んだかっていうと、配線をドゥルドゥルドゥルーっといって、このサージタンクの後ろに連絡通路がありますので、連絡通路開けたんですよね。はい。ゴムのところは、勝手に開けたんですよね。サービスホールのところは穴開けて、配線を通して車内に引き込んだと。どっちから開けたんですか？表側から開けます。車内から？外から。外から？表っつって。こっち側からどうやって開けたの？マイナスドライバーみたいなので、ちょっと刺して、そして突き破ります。そんな強引にやったの？もうそれぐらいじゃないと二重になってるんですよ。そう。なので、それぐらいやらないと開きません。で、ボディは樹脂なの？樹脂じゃないよ、鉄板だよ。鉄板でマイナスドライバーだけ？で、大きな穴が開いてて、そこにゴムのめくらがされてる。そこに、メインの車のハーネスも通ったりとかしてるんだけども、そこからさらに穴を開けて、その配線を通して。あ、拡張したんだ。まあそんな感じだね。ざっくり言えば。開けたっていうかでも開けてはいる。密閉されてハーネスはついてるから。ただそこを穴開けないと通せないから、ただまとまったところで通した方がいいので穴開けました。はい。はい。そして、これでようやく配線がつきました。5本の配線。こちらに配線図、ちょっと載せておきますんで、よかったらね、MH2122 だったら、この配線図とのことなので、よかったらご覧いただければと思います。でも、M さんあれでしょ？これだったら、ソファにかけてる主婦の方でもできちゃうでしょ？私は顎で使うからいいよ。かっこいい。言うことちげえ。言うことちげえ。言うことちげえ。カメラ許さないで。はい。ということで、もう一回ちょっとおさらい言うよ。カンペあるでね。おさらいらない。赤い配線がイグニッション電源。白い配線が O2 センサー。橙色、オレンジですね。オレンジの配線が圧力センサーのセンサー側。そして黄色い配線が圧力センサーの ECU 側、コンピュータ側です。そして黒の配線がボディアースということで、これをつなげればもう電源入ります。はい。じゃあ、実際にこれからそのつなげた状態でエンジンかけるとどうなるのかっていうのをお見せしたいと思いますんで、また車内の方へ、レッツゴー。はい、じゃあまた車内の方に来まして、早速エンジンをかけたいと思います。最初、エンジンかけるとこのような感じです。はい、今ですね、なんでメモリが全部ついてないのかと言いますと、これね、まだエンジンが温まってないから、O2 センサーがまだ作動しきってないんですよ。なので、先生、はい。大変です。何？物入れに物が何も入らないですよ。いいじゃん、小物入ってるんです。何してくれてんのよ。ということで、今これまだエンジン温まってないので、まだメモリが全部になってません。なのでこれエンジン温まるまでスキップ。はい、ここで1点お知らせです。マーブラックスタジオでは、視聴者さんの整備、カスタム、作業、洗車等の作業を引き受けております。こんなステルス YouTuber だから信用できないかもしれませんが、車を大事にする気持ちは大きいと思いますので、ぜひ、マーブラックスタジオにね、遊びに来がてら遠方の方でも、送っていただけても結構です。ワンオフマフラーや整備関係の作業、または塗装とか、そういう基本的にオールマイティな作業を引き受けております。ぜひですね、マーブラにやらせてみようかなっていう方がいらっしゃいましたら、概要欄の方ご覧になってご一報いただければと思います。ただし、最初の問い合わせから
名乗りもしないで、いくらですかとか、これやってるとか、そういうのはちょっと勘弁してください。いくらなんでも私も人間ですので、名乗りもしないで、いきなし、これいくらとか、そういうのはちょっとやめていただければなと思います。ということで、マーブラックはみんなが乗りたくなるような車作りをコンセプトとして動画を配信しておりますので、ぜひともご依頼いただければと思います。それでは本編へ参りましょう。レッツゴー。はい、ということで、今こんな感じで、ほぼ全部のランプがつきました。これで赤色側の方が燃料が濃い。そして左に行けば左に行くほど燃料が薄いという風になってます。一応ね、これね、こうやって説明書あるんですよ。だいたいここだと空燃費これぐらいですよっていうメモリがありますので、この説明書を見ればね、だいたいわかるようになるんですけども、ただ、これ実質、走行してアクセル踏んだり離したりしてるときで、もちろんメモリ変わるんで、正直見切れません。だから、マーブラはセッティングの仕方は正直、メモリを見ながらっていうよりも、ノッキングがないか、そこら辺を見ながらやりました。それで、基本的には全部濃くしたところが一番ノッキングが出なくて、マックスブーストで、トルク感もあるかなっていう状況なので、一応それで合わせました。なので、厳密にセッティングしたい人なんかには、ちょっとそこまで細かいセッティングはできないけども、メインベースのコンピューターが補正入りながら、サブコンピューターみたいな役割なので、プラス 10% に燃料を増量しながら、メインコンピューターが微調整をしてくれるみたいな、そんな感じなのかなと思います。はい、一応この燃料補正をやったら、マーブラの車両は変わりました。ノーマルのコンピューターで走ってる時より、ハーフスロットルの時とかのトルク感と、あとは、高回転時に 0.9 キロとかで走ると、ノッキングが出てたんですよ、マーブラの車両。何より燃料がレギュラーなんで。それだったんだけども、この補正でプラス 10% に振ってあげたら、ノッキングがかなり軽減されたので、マーブラはこれちょっとありだなと思いました。ノーマルタービンで、ノーマルコンピューターの人なんかは、ブーストアップするんであるならば、プラグなんかも、マーブラは2番番手上げてます、プラグに関して。それで、ブースト 0.9 で走った時に、このサブコンピューター入れた時に関しては、もうプラス 10% で走った時が、一番調子がいいのかなっていう風に感じて、ノーマルの M ターボと比べたら、だいぶ差があるぐらい、速さが変わってきたなっていう認識になりますので、ぜひこれおすすめなのかなと思います。しかも1万円でできるんで、延長ハーネスマーブラつけてるんですけども、その延長ハーネスは1500円なので、延長ハーネスつけると、だいたい1万2000円とか、それぐらいで購入できますので、ぜひね、コンピューターチューンっていうのなんかも考えてる人がいるんであれば、そちらのソファにおかけの主婦の方も気軽にできるこちらのアイテムをね、つけたらどうかなと思います。なんかある？ある。何1万いくらをかけるより燃費を良くした方がいいんじゃない？燃費も良くするのは大事だけど、何より壊れちゃダメだ。壊れちゃダメだから、車の保険的な要素で燃料補正。しかもこれ絞ってるわけじゃないから、燃料を増やしてるから。だからエンジンの方も破損にはつながりにくくはしてます。なので、ロングライフで乗るためにだったら、ありなアイテムなのかなと思います。うちほら、廃屋じゃなくてレギュラー仕様のまんまだから、なおさらセッティング合わせづらい。廃屋だったらもうちょっと合わせやすい。もっとブーストも上げられるんだけど。廃屋入れりゃいいんじゃない？高いから入れられる。入れないじゃん。入れない。レギュラーでいいの。ということで、なんかある。他にはなんかある。他にはいっぱいあるけどもいいよ。いいの？はい、ということで、これをね、いいんじゃねって思う人もいれば、こんなのなってって思う方もいるかもしれないけども、様々なワゴン R を見てきてるマーブラからすると、なかなかいいアイテムなんじゃないかなと思いますので、ぜひご興味のある方は概要欄にも貼っておきますので、購入したらどうかなと思います。ということで、最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。高評価やね、共有なんかもしていただいて結構です。あとは同時にですね、他の動画も気になる方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録などもしていただければなと思います。それでは最後に、本日はマーブラじゃんけんをしたいと思います。マーブラじゃんけん、じゃんけん、グー。マーブラに勝てた方は、きっといい一日を過ごせるでしょう。それではまたお会いしましょう。さよなら。